心臓が拍動している様子は、体の外からも手で触れて確かめることができます。拍動を強く感じる左胸に心臓があると思っている人も少なくありませんが、心臓は胸の真ん中にあります。ですから心臓が停止してしまった時の心臓マッサージも胸の中心を圧迫します。正常な心臓は握り拳くらいの大きさで、重さは200から300グラムです。内部は左右それぞれ心房と心室の計4つの部屋に分かれています。全身に向けて大動脈へ血液を送り出す左心室、全身を巡った血液が流れ込む右心房、その血液を肺動脈に拍出する右心室、そして肺を流れて酸素を豊富に含んだ血液が流れ込む左心房です。心房は血液が流れ込んでくる部屋なので壁が薄く、心室は力強く収縮して血液を送り出す部屋なので壁が特に左心室で厚くなっています。心臓は体の中でねじれるように収まっていて、力強く拍動する心室の先端部が左側に寄っています。そのため左胸で拍動を強く感じるのです。心房と心室の間には右側に三尖弁、左側に僧帽弁があり、動脈への入り口には肺動脈弁、大動脈弁があって、血液の逆流を防いでいます。三尖弁、僧帽弁の弁線は心室壁から突出した乳頭筋に腱索という紐でつながっていて、心室が収縮するときに弁線が反り返らずに閉じるようになっています。僧帽弁はその形が西洋のお坊さんがかぶる帽子に似ていることから名付けられました。大動脈弁、肺動脈弁は3枚の薄い袋状の半月弁からできていて、心室と動脈の圧力の差によって開閉します。心室の圧力が動脈の圧力より高くなる収縮期には弁が開き、心室の圧力が動脈の圧力より低くなる拡張期には弁が閉じます。右心、すなわち右心房と右心室は肺に血液を送る働き、左心、すなわち左心房と左心室は全身に血液を送る働きを担っています。心臓は右心と左心という2つのポンプが合体した臓器と考えることができます。このポンプを動かし続けることで血液を全身に循環させ、肺で酸素を受け取って、その酸素を全身の細胞に供給するということを繰り返しています。
血液の循環によって組織に酸素のほかに栄養素を送ったり、逆に組織から二酸化炭素や老廃物を運び出したりしています。心臓が止まってしまうと、全身の血液の循環が止まります。これは酸素の供給がなくなって体の代謝が止まることを意味するので、心臓停止は最も確実な死の兆候となります。心臓はどのようにして規則正しく拍動し、血液を送り出しているのでしょうか。心臓の興奮とその電波、心臓の拍動について順に見ていきましょう。